血圧60台まで低下。意識レベルも下がってます。看護師の慌てた声が廊下に響く。俺は配達用の保温ボックスを両手に抱え、その場に立ちすくんでいた。両親から引き継いだ弁当屋は小さな店だが、地元では評判がいい。特に最近は病院への配達を始めて、口コミで少しずつ注文が増えていた。今日もいつも通り、桜病院のスタッフに弁当を届けるはずだった。彼はここまでかもしれないわね。凛としたジョイの冷静な声。それに対して小柄な別のジョイが震える声で返す。そんな、まだ何か方法があるはず。俺は壁際に寄りながら状況を見ていた。重症の膵炎患者の容体が急変したらしい。医師たちが諦めの色を浮かべる中、何かが俺の中で動いた。過去に封印したはずの記憶と知識が。助かる道はあります。気づけば俺は前に出ていた。弁当屋のエプロン姿のまま、臨床データを口にする自分がいる。医師たちは驚きの目で俺を見た。インターロイキン1ベータ阻害剤の投与と、ジャック阻害剤の併用療法を今すぐに。あなたは弁当屋では？彼女の問いかけに答える暇はなかった。目の前の命を救うための戦いが始まったのだから。弁当屋として生きると決めた俺が再び医療の世界に足を踏み入れる瞬間。これが新しい運命の始まりになるとはまだ知る由もなかった。朝の5時、まだあたりが薄暗いうちから俺は小さな厨房に立ち包丁を手に取る。食材を切る音だけが静かな空間に響く。俺の名前は片倉二郎。両親から受け継いだこの小さな弁当屋、片倉を一人で切り盛りしている。二郎、もう店は閉めてもいいんだよ。お父さんとお母さんはもう十分働いたから。3ヶ月前、父はそう言って病院のベッドから俺を見上げた。長年の過労で倒れた父と、それを支え続けた母は、ようやく決心がついたのか、店を畳むと言い出した。だが、俺にはできなかった。大丈夫だよ、俺がやるから。そう答えた時の、父の表情は今でも忘れられない。安堵と心配が入り混じった複雑な笑顔。母は黙って俺の肩を抱き、涙をこらえていた。窓の外が少しずつ明るくなってきた。包丁を動かす手に少し力を入れる。この弁当屋は小さい。メニューも日替わり弁当と特製幕の内の2種類だけ。派手さはないけれど、常連さんには片倉の味として親しまれている。特に日替わり弁当はその日に仕入れた新鮮な食材で作るから。毎日少しずつ違う味を楽しめる。よし、煮物はこれでいいな。出汁が染みた大根とこんにゃくの煮物を小分けにして、木製の弁当箱に詰めていく。隣では炊きたてのご飯が湯気を立てている。完成。朝の7時、20食の弁当が整然と並んだ。それらを配達用の軽トラックに積み込み出発した。朝の空気は冷たくて澄んでいる。街はまだ眠たそうに目を覚まし始めたところで、道路も空いている。最初の配達先である私立桜病院が見えてきた。白い5階建ての建物は朝日を受けて少し輝いている。病院の裏手にある職員用の入り口にトラックを止め、医療スタッフ用の弁当を下ろす。おはようございます、片倉さん。受付で出迎えてくれたのはいつもの事務員さんだ。おはようございます。今日は10食お届けします。いつもありがとうございます。ここに署名を。慣れた手つきで納品書にサインしながら、俺は病院の廊下を見渡した。朝の7時半、勤務交代の時間帯で、白衣姿の医師や看護師たちが忙しそうに行き交っている。では、失礼します。事務員さんに軽く会釈して、俺は軽トラックのエンジンを再びかける。そして、次の配達先へと向かった。そんな日常が続いていた。ある週の水曜日の午後、空になった弁当箱を回収するために、俺は桜病院の裏手にあるスタッフルームに向かっていた。廊下を歩いていると、ふと診察室らしき一室のドアが少しだけ開いているのが目に入った。そこから小さなため息が聞こえてくる。どうにかならないかな。女性の声だった。困り果てたような
しかし諦めきれない何かが滲む声色だった。少しためらいながらも、俺はノックをした。すみません、失礼します。ドアを開けると、室内の様子が見えた。机の前に座っていたのは、白衣を着た若いジョイだった。透き通るような骨褐色の瞳が、少し驚いた表情で俺を見上げていた。その視線が俺のエプロンに止まる。ああ、片倉弁当屋さんですね。彼女は立ち上がった。控えめな化粧だが、それがかえって彼女の透明感のある肌を引き立てていた。はい、片倉二郎と申します。私は、古田神楽と申します。内科の医師です。彼女は小さく頭を下げた。弁当箱の回収に来たんですよね。弁当箱なら、スタッフルームに置いてありますよ。ここを出て右に行って。いや、スタッフルームの場所は知ってます。何度か来たことがありますから。それより、何かお悩みですか？切羽詰まったような声が聞こえてきたものですから、つい。神楽さんは少し驚いた表情を見せた後、小さく笑った。いえ、なんでもないですよ。心配させたのなら、ごめんなさい。そう言いながらも、彼女の指先はカルテの端をいじっていた。俺の視線は自然と机の上の資料に向いた。上下逆さまからでも、生化学検査の結果用紙であることはすぐに分かった。何枚もの検査結果と薬剤のデータシートが並べられている。アミラーゼとリパーゼの数値が高いですね。急性膵炎でしょうか。言葉は自然と口から出ていた。その瞬間、神楽さんの手が止まり、大きな瞳が見開かれた。どうしてそんなことがわかるんですか？彼女の声には困惑が滲んでいた。ああ、いや、ちょっと、医学に興味があって、本とかよく読むんです。俺は慌てて視線をそらした。つい専門的な言葉を口にしてしまった。もっと気をつけるべきだった。すみません。余計なことを。弁当箱を回収してきます。俺は軽く頭を下げ、その場を離れようとした。背後から彼女の声が追いかけてきた。振り返ると、神楽さんは立ち上がり、両手で資料を握りしめていた。その表情には、さっきまでの困惑は消え、代わりに何か期待のようなものが浮かんでいた。もしよかったら、この検査結果、どう思いますか？彼女は遠慮がちにカルテの一部を差し出した。私、この患者さんのことで悩んでいて、膵炎の症状はあるんですが、通常の治療に反応してくれなくて。彼女の声は少しずつ熱を帯びてきた。真剣さが伝わってくる。俺は差し出されたカルテに目を通した。検査数値を見て少し考え込む。この CRP 値と白血球数からすると、単純な膵炎じゃないかもしれませんね。薬剤性の可能性は検討されましたか？それに、この血糖値の変動パターンが気になります。糖尿病の起用歴は？その言葉に、神楽さんの目が大きく見開かれた。ええ、あります。でもどうして？すみません。テレビの医療ドラマで似たようなケースを見たことがあって、俺は慌てて言い訳をしながら、カルテから視線を外した。神楽さんの目は好奇心と疑問で輝いていた。彼女の白い方がわずかに蒸気している。あなた、本当に医学の本を読むだけなんですか？何か医療系の仕事にでも。いえ、俺は本当に、ただの弁当屋です。では、失礼します。俺は再び頭を下げ、足早に部屋を出た。しかし、ドアを閉める直前の、彼女の表情が目に焼き付いていた。もっと話を聞きたい、という欲求が、明らかに現れた顔。小さな唇が、待ってと形作っていたように見えた。廊下を歩きながら、俺は自分の不用意さを呪った。なぜ口を出してしまったのか。だけど、同時に、神楽さんの真剣な眼差しが、頭から離れなかった。数日後、桜病院の事務員さんから電話があった。30食ですか？わかりました。では、明日の11時半に配達いたします。電話を切り、俺は首をかしげた。桜病院からの注文はいつも10食程度。これだけの大口注文は初めてだった。そして翌日、普段より多めに仕込んだ弁当をトラックに積み込み、桜病院へと向かった。病院の配達口に車を止め、弁当箱の入った保温ボックスを2つ抱えて中へ入る。
片倉さん。受付を通り過ぎようとしたとき、後ろから声がかかった。振り返ると、そこには神楽さんが立っていた。今日は白衣の下に水色のブラウスを着ている。昨日よりも少し明るい表情だった。お弁当ありがとうございます。こちらに持ってきていただけますか？彼女は小さく会釈すると、廊下の奥へと歩き始めた。俺はその後に続く。神楽さんが案内したのは、スタッフ用の小さな休憩室だった。中に入ると、窓際のテーブルには、すでに資料が広げられている。ここでよろしいでしょうか？俺は保温ボックスを床に置きながら尋ねた。通常なら受付で引き渡すだけなのに、この対応は明らかに異例だった。はい。実は。神楽さんは少しうつむき、両手を前で組み合わせた。小さな体が緊張で硬くなっているようだった。先日の話、すごく参考になったんです。彼女は顔を上げ、まっすぐに俺の目を見た。その瞳には真剣な光が宿っていた。患者さん、上吉原さんというのですが、片倉さんが言ったことをヒントに、治療方針を少し変えてみたんです。そしたら少し改善の兆候が見られたんです。それで、もっと詳しく教えてもらえませんか？彼女は一歩近づいてきた。近すぎて少しだけ後ずさりしたくなる。もし患者さんのためになることなら、私どんなことでもします。お礼にたくさんお弁当注文しますから。神楽さんは両手を合わせるようにして前に出した。まるで祈るかのような仕草だ。切実な表情での懇願に俺は押されてしまった。わかりました。少しだけなら。ありがとうございます。神楽さんの顔が一気に明るくなった。まるで太陽が雲間から顔を出したような輝きだった。じゃあ、これから30分ほど休憩時間があるので、ぜひお話を。お弁当も一緒に食べましょう。彼女は弁当箱を一つ手に取り、テーブルの上の資料の隣に置いた。そしてもう一つを俺に差し出した。これ、他のスタッフに配るんじゃないんですか？はい、全部私が食べます。予想外の展開に戸惑う俺に、神楽さんは少し照れたような、しかし決意に満ちた表情で微笑んだ。俺は諦めて弁当箱を受け取り、テーブルに着いた。向かい合わせに座った神楽さんは、すでに資料を広げ始めていた。それで、上吉原さんのケースなんですけど、膵炎の症状を示しているんですが、通常の治療法では改善が見られなくて。神楽さんが次々とカルテやデータを並べていく。薬の処方履歴、血液検査の時系列データ、CT や MRI の画像まで揃っている。じゃあ、素人考えですが、この血液検査の結果を見ると、アミラーゼとリパーゼの上昇に加えて、この炎症マーカーのパターンが少し変わっていますね。典型的な急性膵炎とは少し違います。神楽さんはメモを取りながら熱心にうなずいている。それと、薬歴を見ると、これはアザチオプリンですか？神楽さんの目が驚きで見開かれた。はい、そうです。既往の自己免疫疾患の治療で使用しています。テレビの医療ドラマで見たことがあるんですが、アザチオプリンは稀に薬剤性膵炎を引き起こすことがあると聞いたことがあります。上吉原さんの場合、通常の膵炎治療に反応しないのは、原因がまだ取り除かれていないからかもしれません。それに、この血糖値の変動パターンも気になります。膵機能に影響が出ていて、インスリン分泌にも影響しているかもしれません。神楽さんのペンが止まった。彼女の表情に驚きとひらめきが混ざっている。でも、これはただのドラマの知識なので。いえ、その通りかもしれません。神楽さんの声には興奮が混じっていた。少し考えるふりをして、俺は続けた。考えられる代替薬としては、ミコフェノール酸モフェチルとか、ステロイドの一時的増量とか、あるいは生物学的製剤への切り替えとか。神楽さんは目を輝かせながら真剣にメモを取っている。それと、脂質代謝の異常も見られるので、食事療法の見直しも効果的かもしれません。例えば、魚や鶏の胸肉、豆腐などの植物性タンパク質を中心に、油分の多い食品は避けて、野菜を増やす。あと、
アルコールは現金です。弁当箱を開けながら、さらに具体的な食事内容についても触れた。神楽さんは熱心に聞き入り、時折、なるほど。とつぶやきながらメモを取り続けている。すみません。つい熱くなってしまって。俺は自分の饒舌さに気づき、言葉を切った。ただの弁当屋の知識としては、明らかに不自然だった。しかし、神楽さんは、キラキラした目で俺を見つめた。いえ、とても参考になります。それに、片倉さんのお弁当、とても美味しいです。栄養バランスも考えられていて、まるで医療従事者みたいです。ありがとうございます。それ以上の会話を避けるように、俺は弁当に箸をつけた。しかし、不思議と心地よい感覚が広がった。久しぶりに自分の知識が誰かの役に立っている実感があった。そんな俺の様子を、神楽さんは不思議そうに、しかし、尊敬の眼差しで見つめていた。その時、休憩室のドアが勢いよく開いた。神楽、ここにいたの？上吉原さんの件で相談が。入ってきたのは、神楽さんより少し背の高い女性医師だった。白衣の下にはシャープなパンツスーツを着ている。髪はきちんとまとめられ、化粧も完璧で、全体的に引き締まった印象だった。お姉ちゃん。神楽さんの声が急に小さくなった。姿勢も少し縮こまったように見えた。お姉さんの鋭い目が、俺と神楽さんの間に広げられた資料と、開かれた弁当箱に向けられた。弁当屋と何をやってるの？神楽さんに向けられた言葉は、苦々しい表情とともに放たれた。その目には、明らかな不審と、軽蔑の色が見えた。これは、上吉原さんの件で、ちょっと相談を。相談？弁当屋に？お姉さんの眉がつり上がった。神楽、患者の情報を部外者に見せるなんて、医療倫理上の問題だってわかってるでしょ？それに弁当屋の言うことなんて聞いても無駄よ。医師でもない素人が何をアドバイスできるっていうの？お姉さんは冷たく言い切った。それから、彼女は俺を睨んだ。その目は氷のように澄んでいた。弁当屋は弁当だけを作っていればいいの。医療に口を出さないで。神楽さんはうつむいたまま何も言わない。小さな体が一層小さく見えた。上吉原さんの件は明日のカンファレンスで正式に議論するわ。エビデンスに基づいた治療方針を決めましょう。お姉さんは神楽さんの肩に手を置いた。神楽さんはただ小さくうなずくだけだった。彼女の指先は震え、唇を噛んでいる。もう少しで泣きそうだったが、懸命にこらえているようだった。俺は何も言えなかった。神楽、行くわよ。お姉さんは神楽さんの腕を軽く引っ張った。神楽さんは黙ったまま立ち上がり、途中で一度だけ俺の方を振り返った。その目には申し訳なさと何かを言いたげな思いが満ちていた。お姉さんと神楽さんが部屋を出ていくと、空気が一気に抜けたような静けさが訪れた。俺は食べかけの弁当を回収し、休憩室を後にした。その日は雨だった。店の戸が開き、鈴が小さくなった時、俺は仕込みの手を止めた。時刻は15時過ぎ。この天気でこの時間に客が来るのはとても珍しい。いらっしゃいませ。聞き覚えのある声に、俺は思わず顔を上げた。そこには神楽さんが立っていた。ピンクの傘を手に、少し濡れた春のコートを着ている。病院の制服ではなく、私服姿だった。神楽さん。俺は思わず声を上げた。あの日以来、病院への配達は続けていたが、彼女とは顔を合わせていなかった。弁当の注文も通常の数に戻っていた。こんにちは、片倉さん。お店に来てしまってごめんなさい。彼女は少し恥ずかしそうに微笑んだ。その表情には影があった。いえ、全然。お客さんも来なくて暇でしたし、お茶でもどうですか？俺は慌てて手を洗い、彼女を小さなカウンター席に案内した。雨の音が静かに店内に響いている。テーブルにお茶を置くと、神楽さんは深々と頭を下げた。その小さな肩が少し震えていた。この前は本当にすみませんでした。姉のミムが失礼なことを。それに途中で連れ出されて、ちゃんとお礼も言えませんでしたし。いえ、気にしないでください。
お姉さんのおっしゃる通りですよ。医療のことは専門家に任せるべきです。俺は彼女を安心させようとしたが、その言葉に神楽さんの表情が曇った。でも、片倉さんのアドバイスは正しかったんです。上吉原さん、薬を変えたら少しずつ良くなってきたんです。本当にありがとうございます。彼女は俺の目をまっすぐ見た。その瞳には純粋な感謝の気持ちが溢れていた。しかし、神楽さんはすぐにうつむいてしまった。私、患者さんと向き合うことは好きなんです。でも研究とか論文とか、そういうのは苦手で、反対に姉は本当に優秀なんです。医学部首席で卒業して、研修医の時から注目されていました。オペの腕も評価されていて、研究実績もあります。学会でも発表していて、論文もたくさん書いていて、だから私が意見しても、いつも相手にされないんです。私なんて、いつも姉さんの影なんです。肩を落とした神楽さんは、雨に濡れた小うさぎのようだった。その姿に、俺は胸の奥がぎゅっと締め付けられるような感覚を覚えた。優秀って何を基準に言ってるんですか？俺の言葉に、神楽さんはゆっくりと顔を上げた。その瞳には小さな驚きと混乱が浮かんでいた。論文の数ですか？学会発表の回数？それとも手術の成功率？確かにそれも医師として大切なことかもしれない。でも、患者さんに向き合っているのはあなた自身ですよ。上吉原さんが良くなりつつあるのは、神楽さんが諦めずに答えを探し続けたからじゃないですか。俺は窓の外の雨を見つめながら静かに続けた。俺が言ったことはほんの少しのヒントに過ぎません。それを実際の治療に生かしたのは神楽さんです。これだけの知識を独学で吸収するなんて、あなたも十分優秀ですよ。神楽さんの瞳に小さな光が宿った。それは雨上がりの空に現れる最初の星のように、かすかだけれど確かな輝きだった。本当に、そう思いますか？彼女の声は震えていた。はい、神楽さんは患者さんの異変に気づき、諦めずに解決策を探し続けた。それは医師として一番大切なことじゃないですか。たくさんの論文を書くことも素晴らしい。でも、目の前の患者さんを救うために全力を尽くす姿勢こそ本当の優秀さだと思います。雨の音が少し弱まったように感じた。神楽さんの目から一筋の涙が頬を伝った。彼女は慌てて拭おうとしたが、次々と溢れ出る涙は止まらなかった。すみません、こんなところで。彼女は袖で顔を拭いながら小さく笑った。医師になろうと思ったのは、姉の影響もありました。でも、本当の理由は違うんです。神楽さんは少し震える声で語り始めた。高校生の時、祖父が病気で入院したんです。末期がんで、もう治療法がないと言われていました。あの時の何もかも諦めてしまった祖父の顔が今でも忘れられないんです。祖父の目には絶望しか見えないようでした。窓の外では雨上がりの空から少しずつ光が差し込み始めていた。神楽さんは静かに続けた。でもある医師が祖父に希望を与えてくれたんです。完治は難しくても痛みを和らげる方法や少しでも質の高い時間を過ごすための工夫を一生懸命考えてくれて、そしたら祖父の表情が変わったんです。最後まで前向きに生きようという気持ちを取り戻してくれました。あの医師の姿を見て、私も医師になろうと決めたんです。絶望した顔をした患者さんをどうしても見捨てたくない。あの時の医師のように私にも何かできるはず。彼女はまっすぐに俺の目を見つめた。上吉原さんのためにももっと勉強します。姉の意見ももちろん大切にします。でも、私自身の直感や考えももっと大事にしていこうと思います。神楽さんは立ち上がった。その姿は先ほどまでの儚さを脱ぎ捨てたかのように凛としていた。片倉さん、本当にありがとうございました。おかげで自分の原点を思い出せました。よかったらまた、上吉原さんのことで相談に乗ってもらえませんか？彼女の笑顔にはもう涙はなかった。代わりに静かな自信と
穏やかな強さが輝いていた。俺は思わずうなずいていた。彼女の変化に言葉にできない感動を覚えていた。神楽さんは小さく会釈すると、ドアに向かった。鈴が小さくなる。振り返った彼女の表情は、もう迷いを抱えた少女のものではなかった。一人の医師としての強い決意を秘めた表情だった。また来ます。そう言い残して、彼女は店を出た。雨上がりの空に小さな虹がかかり始めていた。病院の廊下が午後の日差しで輝いていた。俺は、軽トラの荷台から取り出した弁当箱を両手に抱え、桜病院の裏口から中へと足を踏み入れた。週に3回の配達は、もはや俺の生活リズムの一部になっていた。おはようございます、片倉さん。受付の事務員さんがいつものように温かく迎えてくれる。おはようございます。今日は10食お届けします。納品書にサインをもらいながら、ふと最近の病院の雰囲気が少し変わったことに気づいた。特に、神楽さんの担当フロアは前よりも活気があるように感じる。弁当を納品した後、スタッフルームへと向かった俺の耳に、廊下の向こうから聞き覚えのある声が飛び込んできた。上吉原さん、今日の血液検査の結果ですが、かなりいい兆候が見られますよ。振り返ると、神楽さんが診察室のドアを開けて出てきたところだった。彼女は患者カルテに何かを書き込みながら看護師と話していた。俺が空の弁当箱を回収しようと、スタッフルームのドアに手をかけたとき、彼女と目が合った。あ、片倉さん。神楽さんの顔が明るく輝いた。彼女は足早に近づいてきて、俺の袖を軽く引っ張った。片倉さん、上吉原さんの状態が良くなってきているんです。この前、薬剤性膵炎の可能性を指摘してくださったじゃないですか。それで、アザチオプリンを別の薬剤に変更してみたんです。神楽さんはカルテを広げながら熱心に説明してくれた。彼女の方は少し蒸気して、普段より言葉の速度が速い。喜びが抑えきれないのだろう。ほら、この CRP 値と白血球数の推移を見てください。明らかに炎症が収まってきています。アミラーゼとリパーゼの値も、ここ1週間で着実に下がってきているんです。上吉原さんも、痛みが少し和らいできたって言ってくれています。カルテには、赤、青、緑のラインで描かれたグラフが並んでいた。確かに、数日前から数値がいい方向へと変化している。彼女はカルテを胸に抱きながら目を閉じた。実は私、諦めかけていたんです。上吉原さんは何ヶ月も苦しんでいて、標準治療ではなかなか効果が出なくて、姉も慢性化した可能性もあるって言っていたし、でも、片倉さんの言葉をヒントに治療方針を変えたら、こんなに。神楽さんはゆっくりと目を開けた。その瞳にはうっすらと涙が光っていた。彼女は小さく頭を下げた。本当にありがとうございます。その純粋な感謝の言葉に、俺は言葉に詰まった。いえ、神楽さんが柔軟に対応したからですよ。それより、お姉さんはなんて。俺が尋ねると、神楽さんは少し、表情を曇らせた。姉は、まだ半信半疑みたいです。たまたま自然に良くなっただけかもしれないって。でも、私は違うと思うんです。これは確かな治療効果だって。彼女はカルテをもう一度開き、指で数値の変化を追いながら続けた。特に、昨日から実施している食事療法が効果的みたいなんです。片倉さんが教えてくれた魚や鶏の胸肉、豆腐を中心にした献立に変えたら、食後の痛みが随分軽減されたって。その時、俺の頭に一つのアイデアが浮かんだ。もしよければ、明日から上吉原さん向けに特別な弁当を作りますよ。低脂肪で膵臓に優しい、でも栄養バランスの取れた食事を。本当ですか？神楽さんの目が丸くなった。その表情には驚きと喜びが混ざっていた。はい、俺の店は小さいですが、栄養管理された食事には自信があります。それ素敵です。きっと上吉原さん喜びますよ。彼女は嬉しそうに微笑んだ。その笑顔は曇り空に差し込む一筋の光のようだった。翌日、俺は特別に作った弁当を持って約束の時間に病院を訪れた。低脂肪で消化に優しく、かつ栄養バランスの取れた弁当を考案するのに
夜遅くまでかかった。蒸した鶏胸肉や白身魚、豆腐を中心に野菜も柔らかく煮て、オリーブオイルをごく少量だけ使用した。神楽さんは病院の入り口で待っていた。白衣を身にまとったその姿は、昨日より一段と凛としていた。片倉さん、こっちです。彼女は爽やかに微笑んで、俺を上吉原さんの病室へと案内した。廊下を歩きながら、彼女は小声で上吉原さんの様子を説明してくれる。昨夜も安定して眠れたこと。朝の検査でもさらに数値が改善していること。部屋に入ると、窓際のベッドに上吉原さんが座っていた。上吉原さん、お邪魔します。こちらが片倉弁当の片倉さんです。こんにちは。俺が会釈すると、上吉原さんは弱々しいながらも優しい表情で迎えてくれた。わざわざすまないね。神楽先生から聞いたよ。特別な食事を考えてくれたって。いえ、どういたしまして。俺は持参した弁当を開けながら簡単に中身を説明した。蒸し鶏のハーブ風味、白身魚のレモン蒸し、豆腐と野菜の優しい煮物、消化にいい雑穀ご飯。上吉原さんの目が少し輝いた。いやー、見た目も綺麗だし、何より香りがいいね。上吉原さんが箸を取り、恐る恐る一口食べた。その瞬間、彼の表情が和らいだ。これは美味しいよ。膵臓にいいなんて思えないくらいだよ。神楽さんと俺は、上吉原さんが美味しそうに食べる様子を見守った。時折、彼は昔の思い出話などをしながら、少しずつだが確実に食事を進めていった。上吉原さんは半分ほど食べ終わると小休止をした。以前なら数口で痛みが出ていたそうだが、今日はここまで食べられたのだ。彼の顔には少し疲れが見えたが、目には確かな希望の光があった。神楽先生ありがとう。ご飯を美味しく食べられたのは久しぶりだ。そう言って、上吉原さんは深々と頭を下げた。神楽さんの方が少し赤くなった。部屋を出て廊下を歩きながら、神楽さんが静かに言った。上吉原さんのような笑顔を見ると、医師になってよかったって思います。その横顔には純粋な喜びと達成感が浮かんでいた。俺は彼女の献身的な姿勢に心からの敬意を感じた。梅雨の合間の晴れ間が店の窓から差し込んでいた。片倉の厨房で俺は慣れた手つきで大根を切りながら、ふと顔を上げて店内を見渡した。最近妙に賑わっている。片倉さん、いつものお弁当5つと、あと特製の健康弁当3つお願いします。受付のカウンター越しに、建設会社の事務員さんが注文した。彼女は半年ほど前から定期的に弁当を買いに来てくれていた。でも最近は新しくメニューに加えた健康弁当の注文が増えていた。わかりました。あと15分ほどで準備できます。俺は頭を下げると再び作業に取り掛かった。健康弁当は上吉原さんのために考案した膵臓に優しい献立をベースに一般の人にも食べやすくアレンジしたものだ。桜病院の医者たちの間で俺が片倉さんのために作った弁当が評判になり、スタッフのために数食作ることになった。そうして始まったのが低脂肪高タンパク質で栄養バランスに配慮した健康弁当だった。店の入り口が開き、鈴の音がした。いらっしゃいませ。俺が顔を上げると、そこには初老の女性が立っていた。見覚えのない顔だ。こちらが片倉さんですよね。健康弁当を作っているという評判を聞いて。女性は少し緊張した様子で言った。はい、そうですが。私の夫が桜病院に入院しているんです。同室の上吉原さんという方が、片倉さんの弁当のおかげで症状が改善したって話していて、夫も糖尿病で苦しんでいて、食事制限がきついんです。でも病院食だけだとなかなか満足できなくて、それで上吉原さんの勧めで来てみました。俺は女性の話を聞きながら少し驚いていた。上吉原さんが俺の弁当を他の患者さんに勧めてくれていたなんて。どんな症状か詳しく教えていただけますか？できる限り対応したいので。女性の顔がパッと明るくなった。
俺は紙とペンを取り出し、彼女の夫の状態や好みを丁寧にメモした。糖尿病の種類、血糖値の変動パターン、インスリンの使用状況、好きな食材と苦手な食材、思わず専門的な質問も混じったが、女性は熱心に答えてくれた。明日から旦那さんに合った弁当をお作りします。病院までお届けしますよ。本当ですか？ありがとうございます。女性は深々と頭を下げた。その目には少し潤みがあった。それから1ヶ月が経った頃、店の雰囲気は明らかに変わっていた。注文台帳は日に日に分厚くなり、健康弁当のバリエーションも増えていった。糖尿病向け、高血圧向け、膵臓疾患向け、さらに単に健康志向の人向けのものまで、知識を総動員して、それぞれの症状に合わせた献立を考案した。配達先も増えていた。桜病院だけでなく、近隣の診療所や健康に気を使う会社員からの注文も入るようになった。忙しくなったが、それ以上に充実感があった。誰かの健康のために役立つという感覚が、日々の仕事に新しい意味を与えてくれていた。その日の空は厚い雲に覆われていた。俺は20食分の弁当を軽トラの荷台に乗せ、桜病院へと向かっていた。病院までの道のりはすでに体が覚えていて、ハンドルを握る手は自然と曲がるべき場所で曲がる。ホーンボックスを抱え、いつものように病院の裏口から中へと入った。そしてスタッフルームに向かおうとしたとき、異変に気づいた。前方の廊下を何人かの看護師が駆け抜けていく。彼女たちの足音は急ぎ足で、表情も普段と違って緊張している。急変だって、3階の病室。ドクターコール急いで。看護師たちの声が廊下に響く。俺は立ち止まり、その様子を見守った。皆一様に緊迫した表情をしている。その時、エレベーターのドアが開き、白衣を着た医師たちが飛び出してきた。先頭にはミムさんの姿があった。彼女の鋭い目は前方に集中し、周囲を見る余裕すらないように見えた。バイタルは？血圧60台まで低下。意識レベルも下がってます。かけていく医師と看護師のやりとりが聞こえてくる。俺は少し気になり、ホーンボックスを抱えたまま、彼らの後をゆっくりとついていった。3階、病室。俺の頭にある患者の姿が浮かんだ。上吉原さんだ。彼は3階の病室にいたはずだ。まさか。廊下の曲がり角に差し掛かると、ドタドタという足音と慌ただしい声がさらに大きく聞こえてきた。俺はホーンボックスを床に置き、そっと壁際から状況を伺った。廊下の向こう、上吉原さんの部屋の前には、すでに何人もの医療スタッフが集まっていた。ドアは大きく開け放たれ、中からは機械の警告音と、医師の指示を出す声が聞こえてくる。アドレナリン準備。点滴ルート確保。バイタルサイン、継続モニタリング。ミムさんの鋭い声が響く。彼女はすっと部屋の中に消えていった。そこに遅れて、息を切らせながら走ってくる人影があった。神楽さんだ。彼女は白衣の裾をなびかせ、一生懸命に走っていた。彼女が部屋に駆け込もうとしたとき、一瞬だけ俺と目が合った。彼女の瞳は驚きで見開かれ、そして次の瞬間には悲しみと焦りで曇った。片倉さん。その一言を残して、神楽さんは部屋の中へと消えていった。俺は壁にもたれかかり、何もできずにその場に立ち尽くした。心臓が早金を打つ。何が起きているのか、詳しいことはわからない。だが、上吉原さんの容体が急変したことだけは確かだった。しばらくすると、部屋からは少し落ち着いた声が聞こえ始めた。しかし、それでも緊迫感は続いている。看護師たちが点滴バッグや薬を持って部屋の出入りを繰り返していた。そのうち、ミムさんが部屋から出てきた。彼女の表情は厳しく、眉間にはシワが寄っている。神楽さんたちも後に続いて出てきた。彼女の表情は青ざめ、手が小刻みに震えていた。なんとか一時的に安定したけれど、水酵素の数値が異常に高い。CRP も30を超えている。DIC の兆候もあるわ。要するに、全身性炎症反応症候群が進行している。膵炎が急性増悪し、多臓器不全の兆候が現れているわ。
ミムさんの声は低く、周囲のスタッフにだけ聞こえるようだった。だが、廊下の静けさの中では、その言葉が俺の耳にも届いた。外科的介入の可能性は、若い医師の声だった。無理ね。上吉原さんの現在の全身状態では、手術に耐えられない。膵臓の炎症は広範囲に及んでいる。手術で、かえって状態を悪化させるリスクが高すぎるわ。ミムさんの言葉は断定的だった。短い沈黙の後、彼女の口から厳しい言葉が続いた。彼は、ここまでかもしれないわね。部屋の中の空気が凍りついたようだった。そんな、神楽さんの声は震えていた。前例のない治療法だって試すべきじゃないの？新薬の臨床試験とか、海外で成功している治療法とか。神楽？ミムさんの声が鋭く響いた。神楽、冷静になりなさい。医学には限界がある。私たちはそれを受け入れなければならない。私たちの仕事は患者を救うことでしょ？諦めるなんてまだあるはずよ。何か方法が。神楽さんの声は半ば泣き叫ぶような調子だった。その時、年配の男性医師が口を開いた。神楽先生、気持ちはわかります。だが、ミム先生の判断は医学的に正しい。現段階では、積極的治療を続けることが、かえって患者さんに苦痛を与えることになります。次々と医師たちが、ミムさんの判断に同意の声を上げていく。神楽、いい医師になるためには、時に諦めることも学ばなければならない。全員が全員救えるわけじゃないわ。それが医療の現実よ。ミムさんの言葉に静寂が広がった。廊下は諦めと需要の空気で満たされていた。打つ手なし。それが病院のスタッフ全員の総意のようだった。俺の耳にはかすかに神楽さんのすすり泣く声が聞こえた。上吉原さん、ごめんなさい。彼女のつぶやきはほとんど聞こえないほど小さかった。けれど、その言葉には深い絶望が込められていた。俺はもう立っていられなかった。助かる道はあります。俺の声は自分でも驚くほど落ち着いていた。全員の視線が一斉に俺に向けられた。驚き、困惑、そして少しの怒りが混ざった表情が並ぶ。あなたは弁当屋の。ミムさんの声には明らかな不快感が含まれていた。構わず、俺は一歩前に出る。上吉原さんの症状を聞く限り、通常のプロテアーゼ阻害剤では効果が限定的だと思います。しかし、もし投薬アプローチが可能なら、インターロイキン 1β 選択的阻害剤とジャック阻害剤の併用療法が効果を発揮する可能性があります。医師たちの間からざわめきが起こった。インターロイキン 1β は膵炎における炎症カスケードの重要な因子です。特にインターロイキン 1β はさらなる炎症を増幅させる悪循環を形成します。この循環を断ち切ることが重症膵炎の治療における鍵になるはずです。俺の言葉に医師たちの表情が変わっていくのが分かった。ミムさんが一歩前に出た。部外者が勝手なことを言わないで。医療現場に素人が介入することは患者さんを混乱させるだけです。善意からでも専門外の人間が治療に口を出すべきではありません。言ったでしょ？あなたは弁当だけを作っていればいい。これ以上医療に関わらないでください。ミムさんの声は氷のように冷たく廊下に響き渡った。廊下にいた看護師たちは互いに視線を交わし、居心地悪そうにその場を離れ始めた。俺はまっすぐに立ち、ミムさんの目を見つめた。素人ではありません。俺は以前、感動製薬の研究員でした。廊下に静寂が広がった。神楽さんとミムさんの目が驚きで見開かれる。俺は感動製薬の炎症性疾患研究部門で主任研究員として働いていました。インターロイキン 1β 受容体拮抗薬の開発チームのリーダーを務めていたんです。調べてもらえればわかります。俺の言葉に廊下にいた数人の医師たちがざわめいた。感動製薬は日本有数の製薬会社であり、彼らにとっても無縁の名前ではなかった。だから、あんなに専門的な知識を。神楽さんが目を見開いたままつぶやいた。ミムさんは腕を組み、なおも疑いの目で俺を見つめていた。仮にあなたが本当に感動製薬の研究員だったとしても、
現場を離れて何年も経つんでしょ？最新の知見からは遅れているはずよ。その言葉には一理あった。しかし、俺は首を横に振った。確かに、現場を離れてからの時間はありますが、医学研究は今でも追っていました。特に炎症性疾患の分野は、毎週論文に目を通してきました。廊下の窓から差し込む日の光が弱まってきていた。時間が刻々と過ぎていく。神楽さんが一歩前に出た。彼女の目には決意の光が宿っていた。姉さん、彼の言ったことを試してみよう。もう他に選択肢はないわ。ミムさんは深いため息をついた。確かに、彼の言ったことは、薬理学的には筋が通っているわ。でもこれは適用外使用よ。病院としての責任問題もある。それにもし失敗したら。失敗？今のままでは確実に失われる命を救える可能性があるのに、それを試さない方が失敗じゃないの？神楽さんの目には涙が光っていたが、その声は揺るぎない決意に満ちていた。諦めることも必要だってお姉ちゃんは言ったけど、それは全ての可能性を試した後のことじゃないの？まだ可能性があるなら、それを試すのが医師としての責任じゃないの？ミムさんは動揺した表情を見せた。沈黙が流れた。誰もがミムさんの決断を待っていた。彼女はかぶりを振り、苦々しい表情で俺を見た。あなたが責任を取れるの？はい。私の提案が間違っていれば、すべての責任を負います。俺は迷わず答えた。ミムさんはさらに数秒考え込んだ。そして、ついに決断を下した。わかったわ。指示を出してちょうだい。俺はうなずいて一歩前に出た。まず、インターロイキン1ベータ阻害剤のアナキンラは初回 100mg の静脈内投与から始め、6時間ごとに継続。同時にジャック阻害剤のトファシチニブを12時間ごとに投与します。この併用療法の鍵はタイミングです。上吉原さんは全身炎症反応症候群の状態ですが、まだ多臓器不全に完全移行していない今なら、炎症カスケードの阻害が効果的です。医師たちの反応を見ながら俺は続けた。注意点としては、腎機能低下を考慮したドーズ調整が必要です。また、肝機能のモニタリングも欠かせません。免疫抑制状態になるため、予防的抗菌薬の併用も検討すべきでしょう。糖尿病の起用があるため、厳密な血糖コントロールが必要です。俺は声に力を込めた。窓から差し込む夕暮れの光が廊下を橙色に染め、医師たちの表情に影を落としていた。ミムさんはうなずくと、スタッフたちに指示を飛ばす。薬剤部に連絡して、アナキンラとトファシチニブを至急確保して、必要なら近隣の病院からも融通してもらって、ICU 準備も並行して進めてちょうだい。その言葉に、スタッフたちが一斉に動き出した。それから36時間は、まるで嵐の中にいるようだった。ICU に移された上吉原さんのベッドを中心に、医師と看護師が絶え間なく出入りする。モニターの警告音、急ぐ足音、簡潔な指示の声。俺もその渦中にいた。製薬研究員として培った知識を今こそ現場で活かす時だった。神楽さんとミムさんは俺の提案を真摯に受け止め、時には質問を投げかけながら治療を進めていく。肝機能値が上昇しています。トファシチニブを減量して、肝保護剤を追加しましょう。俺の言葉にミムさんがうなずく。初日は厳しかった。上吉原さんのバイタルサインは不安定で、何度も危機的状況に陥りそうになった。夜を徹しての監視が続く。CRP 値がまだ下がりません。アナキンラの投与間隔を短くして、炎症カスケードを確実に抑えましょう。神楽さんは疲れた表情でも、決して諦めなかった。彼女は常に上吉原さんのそばにいて、細かな変化も見逃さなかった。2日目の朝、最初の希望の兆しが見えた。CRP が下がり始めました。神楽さんの声には久しぶりの明るさがあった。俺は ICU の片隅で神楽さんが持ってきた上吉原さんの検査データを確認した。確かに炎症マーカーは緩やかに下降し始めていた。このまま治療を続けましょう。反応が出始めているようです。昼過ぎにはさらにいい兆候が現れた。血圧が安定し始め、酸素化も改善していた。そして3日目の朝、
上吉原さんが目を開けた。上吉原さん。神楽さんの声が ICU 内に響いた。上吉原さんは、かすかに目を動かし、声を出そうとしたが、気管挿管のチューブがあるため話せない。しかし、その目には確かに意識があった。ミムさんが素早く瞳孔反応と神経反応をチェックする。意識レベル改善しています。多臓器不全の兆候も後退しています。ミムさんの声には冷静さの奥に安堵があるように思えた。その日の夕方には、上吉原さんの呼吸状態が改善し、抜管が可能になった。彼が最初に発した言葉はかすれた声だったが、はっきりと聞こえた。神楽先生、ありがとう。神楽さんは思わず涙ぐんだ。上吉原さん、よく頑張りましたね。夜には、上吉原さんは一般病棟への移動が決まった。奇跡とも言える回復だった。1週間後、上吉原さんは座って会話ができるまでに回復していた。弁当の配達を済ませ、廊下を通りかかった時、俺はミムさんと鉢合わせた。片倉さん、ちょうどよかった。少しお話があります。彼女は近くの応接室へと俺を案内した。部屋に入ると、神楽さんがすでに待っていた。片倉さん。神楽さんは嬉しそうに立ち上がった。上吉原さん、本当に良くなってるんです。もう食事も少しずつ取れるようになって。ミムさんが軽く咳払いして、神楽さんの言葉を止めた。あなたの提案した治療法は、正直最初は半信半疑でした。しかし結果は奇跡的としか言いようがありません。上吉原さんのような全身炎症状態からの回復は、通常の治療では望めなかったでしょう。ミムさんはテーブルの上に置かれた資料を開いた。あなたのことを調べました。片倉二郎、感動製薬の主任研究員、炎症性疾患の新薬開発チームのリーダーとして、複数の特許を持つ人物。なぜそんな人が弁当屋を？俺は窓の外を見た。病院の裏庭では、桜の木に茂る青葉が風に揺れていた。その様子を見つめながら、俺はゆっくりと口を開いた。3年前のことです。当時、俺は感動製薬で新しい抗炎症薬の開発プロジェクトのリーダーを務めていました。インターロイキン 1β 選択的阻害剤の開発です。上吉原さんの治療に使ったアナキンラのより選択性の高い改良版とも言えるものでした。俺の声は静かだったが、応接室の静寂の中ではよく響いた。神楽さんとミムさんは静かに耳を傾けている。臨床試験が始まり、いい結果が出始めていました。しかし、後期臨床試験のデータに違和感を覚えたんです。効果は確かにあるのですが、特定の副作用について、データが不自然に少なかった。調査してみると、会社側が、都合の悪いデータを意図的に隠していたことが分かったんです。重篤な肝障害の症例がいくつかあったのに、それを別の原因によると判断し、報告から除外していました。俺は椅子に深く腰掛け、両手を組んだ。俺は、社内で問題提起しました。しかし、上層部の反応は冷たかった。市場に出せば多くの患者を救える。少しのリスクは目をつぶるべきだ、と。俺は、それは医薬品開発のあり方として間違っている。薬は人の命を救うものであって、リスクを隠して売り出すべきではないと主張し続けました。窓の外では風が少し強くなり、桜の枝が揺れていた。会社は、そんな俺に圧力をかけ始めました。このまま黙っていれば昇進させるとか、問題を蒸し返せば責任を取らせるとか、結局、俺は社内での解決を諦め、匿名で規制当局に内部告発をしました。詳細なデータと証拠を添えて、その結果、感動製薬は調査を受け、新薬の承認申請は保留に。臨床試験のやり直しが命じられました。会社側は内部告発者が誰か突き止めようとして、俺だと分かり、俺は自主退職という形で会社を去ることになりました。神楽さんが小さく息を飲む音が聞こえた。俺はゆっくりと顔を上げ、二人の目をまっすぐに見た。その後、製薬業界で仕事を探しましたが、どこも採用してくれませんでした。感動製薬の影響力は強く、
業界内での評判も最悪になっていたようです。俺は少し肩を落とした。そんな時、父が倒れたんです。母と二人で小さな弁当屋を営んでいたのですが、長年の過労で、もう限界だと、店を畳むつもりだったようです。そこで俺は決心しました。両親の弁当屋を継ごうと、本当に人の役に立つ仕事がしたかったんです。応接室は静まり返っていた。窓から差し込む夕日の光がテーブルの上の資料を淡いオレンジ色に染めている。神楽さんの目には小さな涙が光っていた。ミムさんはじっと俺を見つめていた。今の話は本当なの？感動製薬がそんな不正を。はい。俺はまっすぐに彼女の目を見てうなずいた。すると、ミムさんは突然立ち上がった。許せない。感動製薬とは今後一切取引しないわ。製薬会社が利益のために副作用データを隠蔽するなんて、患者を危険にさらす行為よ。私は医師として、そんな企業の薬を患者に処方できない。ミムさんの目には、俺が今まで見たことのない激しい怒りが燃えていた。俺は少し驚いて、黙って彼女を見つめていた。明日にでも薬事委員会を開きます。感動製薬の薬の使用見直しを提案するわ。代替品があるものから順次切り替えていく。ミムさんは決然とした表情で宣言した。お姉ちゃん。神楽さんが驚いた声を上げた。彼女も姉のこの一面を見るのは珍しいらしかった。片倉さん。ミムさんは一歩近づき、俺の目をまっすぐに見た。あなたは正しいことをした。患者の安全より企業の利益を優先する風潮は医療の根幹を揺るがすものよ。そんな会社を内部告発する勇気は尊敬に値します。彼女の声には心からの敬意が込められていた。これまでの冷淡な態度からは想像できない熱い正義感に満ちたミムさんの姿に俺は少し戸惑った。ミムさんは突然深々と頭を下げた。片倉さん、心から謝罪します。あなたを馬鹿にしたような言動や態度、すべて撤回します。弁当屋だからという先入観で判断し、あなたの知識と経験を軽視していました。俺は慌てて手を振った。いえ、そんな、気にしていませんから。ミムさんの立場なら、ああするのが当然だったでしょうし。ミムさんは顔を上げ、まっすぐに俺の目を見た。その瞳には、これまで見たことのない柔らかさがあった。片倉さん、あなたの知識を生かして、うちの病院で MR として働いてもらえませんか？予想外の申し出に、俺は言葉を失った。MR として？はい。あなたの薬理学の知識は最新で、何より患者第一の倫理観を持っている。こんな人材は、私たちの病院にとって貴重です。彼女は真剣な表情で続けた。週に数回だけでも構いません。もちろん、弁当屋も続けながらで大丈夫です。でも、あなたの知識を医療現場で活かしてほしいんです。神楽さんが横から身を乗り出してきた。彼女の目は輝いていた。片倉さん、私からもお願いします。あなたがいてくれると本当に心強いんです。上吉原さんのように他にも救える患者さんがきっといます。彼女の小さな声にはまっすぐな思いが込められていた。窓の外を見ると夕暮れの空が紫色に染まり始めていた。俺は考えた。弁当屋を始めたのはもちろん、両親が続けてきた店を守りたいという気持ちと、本当に人の役に立つことがしたいという理由が第一だった。だけど、製薬業界から離れるためでもあった。あの苦い経験から逃れるために。だけど、上吉原さんを救えたことで、自分の医療知識が人の役に立つという素直な喜びを思い出した。しばらくの沈黙の後、俺はゆっくりと口を開いた。わかりました。週に2、3日なら、弁当屋との両立もできそうです。自分の知識で助かる人がいるなら、やってみたいと思います。二人の顔が明るくなる。ありがとう、片倉さん。患者さんのために一緒に働けること、嬉しく思います。ミムさんは手を差し出した。俺はその手を取り、軽く握った。温かい感触が不思議な安心感をもたらした。神楽さんが小さく拍手をした。その表情は、まるで春の日差しのように明るかった。桜病院で
MR として働き始めて3ヶ月が経った。4階の薬剤部に向かう廊下を歩いていると、若手医師たちが何やら熱心に話し合っている姿が目に入った。一人の研修医が俺に気づき、手を振った。片倉さん、ちょうどよかった。ちょっと相談があるんですが。彼らは、ある膠原病患者の治療方針について議論していた。従来の治療に反応しない難治例で、新薬の使用を検討しているらしい。ジャック阻害剤の使用は検討されましたか？俺が尋ねると、研修医の一人が少しうつむいた。考えました。ただ最近の報告で血栓リスクの懸念が出ているので慎重になっています。それなら、インターロイキン6阻害剤はどうですか？効果基準が異なるので別のアプローチになります。俺はパソコンを開き、最新の臨床試験データを見せながら説明を始めた。その時、背後から聞き覚えのある声が聞こえた。片倉さん、さすがですね。振り返ると、ミムさんが立っていた。白衣の下には、いつものようにシャープなスーツを着ている。彼女の目には、かつての冷たさはなかった。インターロイキン6阻害剤なら、私も賛成です。実は私も考えていました。ミムさんが俺の隣に立ち、研修医たちに向かって話し始める。彼女の説明は的確で論理的。さすが敏腕医師だ。俺は彼女の話に時々補足を入れながら若手医師たちの質問に答えていった。カンファレンスルームでの議論が終わり、廊下に出た時、ミムさんが言った。片倉さん、あなたに報告があります。ミムさんの表情は真剣だった。白衣のポケットから一枚の新聞の切り抜きを取り出し、俺に差し出す。これは、今朝の経済新聞です。俺は切り抜きを受け取った。感動製薬、臨床試験データ改ざんを公式に認める、という見出しを目にした瞬間、息が止まりそうになった。これは、はい。あなたが内部告発した件です。俺は記事に目を走らせた。感動製薬の役員会が緊急会見を開き、過去の新薬開発において臨床試験データの一部を隠蔽していたことを認めたという内容だった。原因となった薬剤の臨床試験は全面的にやり直され、責任者数名が辞任に追い込まれたとある。実は、この一件には私も少し関わっていたんです。関わっていた？ええ。あなたから話を聞いた後、私は医師会の薬事委員会で感動製薬の問題を提起しました。それが医師会全体の動きになり、最終的には調査委員会が設けられたんです。片倉さん、あなたの勇気がこの結果をもたらしたんです。ミムさんはまっすぐに俺の目を見つめた。俺は言葉に詰まった。ミムさんは続けた。その後の調査で、あなたが指摘した以外にも、いくつかの不正が見つかりました。安全性データの操作だけでなく、効果を誇張するための統計操作まで、感動製薬の不正は、私たち医師が思っていた以上に根深かったんです。窓からの風が俺たちの間を吹き抜けた。心の中では、様々な感情が交錯していた。怒り、悲しみ、そして何より、ようやく真実が明らかになったという安堵感。現在、感動製薬は、あらゆる新薬開発を一時停止し、すべての臨床試験データを第三者機関で再検証する事態に追い込まれています。株価は半分以下に暴落し、大規模なリストラも始まっているそうです。まさか、ここまでになるとは。でもこれが本来あるべき姿なんです。製薬企業は利益のために患者の安全を二の次にしてはならない。これを機に、業界全体が変わることを願っています。強い口調で言ったミムさんは、俺に一歩近づき、目をまっすぐに見つめた。片倉さん、あなたがいなければ、今も多くの患者が知らないリスクにさらされていたかもしれません。あなたが失ったものは大きかったかもしれない。けれど、あなたが守ったものは、それ以上に大きいんです。その言葉に、俺の目に熱いものがこみ上げてきた。ミムさん、ありがとうございます。俺が精一杯の言葉で感謝を伝えると、彼女は珍しく柔らかな表情を見せた。感謝されるべきはあなたです。私も医師として、患者の命を最優先に考える覚悟をあなたから学びました。
廊下の窓から差し込む光が少し眩しく感じられた。ミムさんが俺の肩にそっと手を置いた。今日はもう帰ってもいいですよ。弁当屋さんの方も開けないといけないでしょ。ありがとうございます。俺は頭を下げると病院の裏口へと向かった。頭の中は様々な思いでいっぱいだった。店の入り口でドアベルが鳴り、中年の女性客が入ってきた。いらっしゃいませ。俺は弁当を詰めていた手を止め、顔を上げて答える。金曜日の昼過ぎ、片倉の小さな店内には、すでに何人かの客が並んでいた。片倉さん、今日は何時まで営業ですか？主人の分も買って帰りたいんですけど、彼が帰ってくるのが夕方で。今日は夕方6時までやってますよ。でも、売り切れる可能性もありますから、予約しておきます。お願いします。糖尿病患者向けの弁当、あれから主人の血糖値がすごく安定して。俺は彼女の話を聞きながら予約ノートに書き込む。店の営業時間は不定期になった。週に3日は桜病院で MR として働いているから、弁当屋は残りの日と週末だけ。それも時間を短くしたり不定期にしたりしている。けれど、客足は途絶えるどころか、むしろ増えていた。病院で片倉さんに教えてもらった食事法で随分楽になりました。片倉さんのお弁当は美味しいだけじゃなくて体にも優しいんですよね。そんな会話が行き交うようになってもう半年が過ぎていた。弁当屋の客層も少しずつ変わってきた。これまでは近隣のオフィスワーカーが中心だったが、今は健康に気を使う人や何らかの疾患を抱えている人、その家族が多くなった。ジローさん、野菜の煮物、もう少し必要みたいよ。カウンターの向こうから小さな声が聞こえてきた。そこには白いエプロン姿の神楽さんがいる。彼女は小さな手で器用に弁当箱に煮物を盛り付けていた。ありがとう。すぐに作るよ。俺はうなずきながら厨房に戻った。神楽さんは仕事が休みの日には必ずここに来るようになった。最初は手伝いだけだったが、次第に彼女自身も料理に興味を持ち始め、今では病院での経験を生かした健康メニューを提案してくれることも増えた。弁当屋が閉まった後の静かな厨房。俺と神楽さんは明日の仕込みをしていた。窓の外はもう夕暮れの優しい光に包まれている。ジローさん、この味付けでいい？神楽さんが小さなスプーンで味見をさせてくれる。彼女の手作りの和え物だ。ほのかなごまの香りと爽やかな酢の風味が口の中に広がった。すごくいいよ。でももう少しレモン汁を足してみたら？塩分控えめでも酸味があれば物足りなさは感じないから。神楽さんは目を輝かせてうなずくとすぐに調味料棚に向かった。彼女の後ろ姿を見つめながら俺は思わず微笑んでしまった。その時、彼女は何かを思い出したように手を止めた。私、ジローさんと出会えて本当に良かった。唐突な告白に俺は少し驚いた。神楽さんはうつむきがちに続けた。あの時、上吉原さんを諦めていたら、今頃どうなっていたか。ジローさんがいてくれたから、私もう一度頑張れた。窓から差し込む夕日が彼女の輪郭を優しくなぞっている。俺は手に持っていた包丁を置き、少し神楽さんとの距離を縮めた。俺こそ神楽さんと出会えてよかった。君の患者への思いや諦めない姿勢に俺は勇気をもらったんだ。神楽さんの瞳が少し潤んだように見えた。彼女はエプロンの裾で手を拭いながら小さく息を吸い込んだ。ジローさん、私あなたのことが好き。ジローさんのおかげで医師としても一人の女性としても前を向いて歩けるようになったの。俺は迷わず彼女の手を取った。小さな手は少し冷たかったが、確かなぬくもりがあった。俺も神楽のことが好きだ。君がいなかったら、俺はずっと過去に囚われたままの人生を生きていたと思う。ジローさん。俺たちはしばらくそのまま寄り添っていた。窓の外では初秋の風が木々の葉を揺らしていた。俺は感動製薬の主任研究員として働いていた。しかし、臨床試験データの隠蔽に気づき、
内部告発をして会社を去ることになった。両親の弁当屋を継いだ後、偶然桜病院で神楽さんと出会い、上吉原さんの急変時に専門知識を活かして治療法を提案した。絶対絶命の患者を救った時、初めて自分の知識が直接誰かの命を救う実感を得た。神楽さんは論文の数や学会発表の回数が優秀さなのかと悩んでいたが、患者に向き合い続ける彼女こそが真の医師だと気づいた。本当の優秀さとは知識をどれだけ持っているかではなく、目の前の人のためにその知識をどう使うかにある。弁当屋と MR の仕事を通じて一人一人の顔が見える形で自分の知識を役立てられることが俺にとっての本当の幸せなのだ。